MSS008 ルシーニュは漫画機動戦士ガンダムエコール・デュシエルに登場する機体です。主人公アスナエル・マリートが登場し、グリプス戦役前の時代を舞台にニュータイプ研究をめぐる物語が描かれました。今回はエコール・デュシエルの物語とルシーニュについて解説させていただきます。時は宇宙世紀0085、機動戦士ゼータガンダムの舞台であるグリプス戦役から少し遡り、地球連邦軍内にジオン軍残党狩りを名目としたエリート部隊ティターンズが設立され、その権力が次第に増大していく激動の時代。主人公はアスナエル・マリートという名の気弱な少女。彼女は地球連邦軍のモビルスーツパイロット養成学校、通称エコールに通う候補生です。アスナは過去にジオン軍にいたという経歴があり、さらにスペースノイドということもあってモビルスーツの操縦技量の高さを期待されていましたが、実際はモビルスーツの操縦も勉強もできず、才能豊かな同級生たちの中で落ちこぼれ扱いされており、自信が持てずにいました。そんなある日、アスナは好意を寄せる少年シン・バルナックがかる事務官との模擬戦に臨むことになりました。対するアスナは教習用の陸戦型ザク2に登場。明らかな性能差からザクでは不利なマッチングでしたが、アスナは見事に勝利を収めます。こうしてアスナはその秘められた才能を開花させ、彼女を認める者たちも次第に増えていきました。当初はアスナを落ちこぼれと見下していたエリシア・ノクトンもその一人です。エリシアは学校で常にトップの成績を誇るストイックな少女でしたが、やがてアスナの実力を認めるようになります。そして優しいシンに対しても好意を抱くようになり、アスナとの間に三角関係が生まれていきます。序盤ではこのような学園物語が繰り広げられます。しかしエコールは表向きにはパイロット養成学校ですが、その真の目的はニュータイプの発掘にあります。表向きは模擬戦として訓練が行われていますが、裏では暗躍する者たちの手によって生死ギリギリの実践が仕組まれるようになっていきました。ある日、アスナたちは事務官を教習用に再設計した機体である複座型のジムカンヌに登場し、森の奥のターゲットを攻撃するという訓練に参加します。任務は仮想敵であるガンタンクの妨害を突破しながら目標を制圧するという内容でした。本来ガンタンクの砲弾はペイント弾であるはずでしたが、何者かの手により実弾が装填されており、訓練は一転して命の危機をはらんだ実戦と化します。死の淵に立たされたアスナたちでしたが、やはり教官の支援によってなんとか帰還に成功。そして物語は次なる舞台宇宙での演習へと移っていきます。宇宙での演習ではアスナたちは TGM79C ジムカナールに登場しました。本機も事務官を訓練用に再設計した教習機で、頭部が存在しない独特な形状が特徴的なモビルスーツです。これは訓練中の転倒や模擬戦での破損リスクを最小限に抑えるためで、バックパックに転倒防止用センサーが内蔵されています。ここでは障害物を避けて目的地まで移動する時間を競う中、無駄な動きを全くせずトップスコアを取るエリシアに対し、アスナは無駄だらけの動きでありながら次の障害が分かっているような挙動を取り、エリシアのスコアに迫っていきました。最終的には見えない何かに気づき、急ブレーキをかけようとした結果脱落してしまいましたが、この様子からアスナがニュータイプであることが伝わります。こうしてアスナがニュータイプとして覚醒していく中、アスナが有料交配実験によって生まれた特別な存在だと判断した上層部はオーガスタ研究所でニュータイプ専用機の開発を進め、アスナ用として調整していきます。その後アスナを実戦によってニュータイプとして覚醒させるべく上層部がある計画を仕組みます。それは元ジオン軍の宇宙海賊にわざと自分たちを襲撃させるというものでした。訓練生たちは突如命のやり取りを強いられる事態に巻き込まれていきます。遊軍機が次々と撃墜されていく中、アスナは死にゆく者たちの声を感じ取り、戦場の中で動けずに立ちすくみます。そしてそんな彼女の前に現れたのは、かつて同じ実験に参加させられていたニュータイプの少年アキラでした。アキラはプロトタイプケンプファーを借り、圧倒的な戦力で攻撃を仕掛けてきます。その攻撃の中、アスナは覚醒し、
圧倒的な速度でザクを5機撃墜しましたが、アスナにとって大切な存在であったシンが命を落としてしまうのでした。そんなシンは怪我をしていたため、本来は出撃する予定ではありませんでした。しかしシンはアスナの無事を願うばかりに無理して出撃していたのです。自分がシンを殺したと感じるアスナはジムカナールで脱走。行くあてもなく宇宙をさまよう中、シンを奪った宇宙海賊に拾われました。その後、連邦が襲撃事件の口封じのため宇宙海賊を殲滅しようとしましたが、アスナの活躍もあって撃退に成功しました。こうして帰る場所を失ったアスナは宇宙海賊のマリーの誘いを受け、大事な友達を殺した海賊に身を落としてでも強くなると決心したのでした。そして2年後の宇宙世紀0087、ガンダムマーク2がエウーゴへと渡り、アナハイムエレクトロニクスがそのうちの1機の解析作業に入りました。この時、月面都市アンマンにおいてアナハイムはガンダムマーク2とアスナのデータを用いてニュータイプ専用モビルスーツの開発に着手します。ここではかつてガンダム試作0号機のパイロットを務めたジャック・ベアードが登場。アスナのネモとジャックのマーク2が模擬戦を行い、ジャックはアスナの技量の高さを認めるのでした。その後、連邦軍はアスナの母親ハルカを人質に取り、アスナと交換するよう要求してきました。そこで連邦に追われ続けるマリーたちは、これ以上追われ続けるのは危険と判断し、ハルカ奪還作戦を最後に海賊を解散することにしました。できるだけ敵を殺したくないという甘さを捨てきれないアスナでしたが、自分が撃墜しなかったジムクエルの攻撃でマリーが致命傷を負ってしまいます。こうして割り切らなければ死ぬということを痛感したアスナは敵を殲滅していくのでした。そして時はクワトロがダカール宣言を行った後の世界。宇宙海賊が解散した後、アスナはエウーゴへ行きました。対してエリシアはティファーンズの強化人間としてギャプランに登場。教官だったヤハギはエリシアと共に戦っています。アスナは当初白いリックディアスで戦っていましたが、苦戦する中、新型モビルスーツルシーニュを受け取るのでした。ルシーニュはエウーゴのニュータイプ専用試作型モビルスーツです。アナハイムエレクトロニクスが開発しており、アスナの操縦データが反映されています。ルシーニュという言葉はフランス語で白鳥座を意味しており、技術者のソフィーからこのモビルスーツは生まれた時は誰にも相手にされないアヒルの子だったのが、最新技術とデータを投入して立派な白鳥になったと語られています。デザインのモチーフではエコールの校舎全景を上から見るとフクロウに見えるようになっていて、アスナの乗ってきた教習用のジムカナールがアヒルを意味しているので、その次の段階として白鳥になっているとされています。この頃のアナハイムエレクトロニクスはガンダムマーク2のムーバブルフレームを解析して得られたデータからゼータガンダムのような可変機開発に力を入れていきましたが、ルシーニュは非可変機として簡素化された機体構造で装甲も最小限に抑えられています。そのため防御力を捨てて機動力に特化した機体となっています。またアスナ専用に調整されたバイオセンサーを搭載しているので、全身各部のバーニアを使ってアスナが感じるままに動いており、最小限の動きだけで紙一重の回避をしています。デザインコンセプトではくのいち的なガンダムとされており、まさに忍者がごとく残像を残したかのように素早く動く姿が特徴的です。ルシーニュの武装は機動力特化機がゆえにシンプルなものになっています。まずビームライフルは100式と同型のエネルギーパック式のものを持ちます。ビームサーベルは両肩に計2機収納されています。こちらはグリプス戦役時代の機体としては珍しく、塚からもビームを出すことができるので、ツインビームトライデントとしての使用も可能です。シールドは専用のもので、防御力の低さを補うためかなり大型になっています。ルシーニュの機動力を損なわないよう姿勢制御スラスターが内蔵されているので、接近戦で攻め手として使うこともできます。先端がハサミのような形状になっていて稼働するわけではありませんが、ギャプランの頭部をちぎるほどの威力があります。またシールドが大きく手前が見えなくなるのを防ぐため、シールド4隅にカメラが内蔵されています。これを生かして隠密行動を行うことも可能です。その他には肩のショルダーアーマーにオプション装備が追加できるようになっていて、当初は内蔵式ガトリングガンが搭載されていました。
また、その後完走され、剣部一体型のメガビームランチャーを装備しています。作中では、コロニー内で無差別攻撃を行うエリシアに対し、ビームを狙い撃って相殺するという凄まじいテクを披露していました。初登場時、アスナはルシーニュでエリシアのギャプランを撃退しました。その後、アスナたちは謎の輸送船に対する臨検任務に就くことになります。これは、もともとはティターンズが受け取るはずだった極秘の積み荷でした。この発見をきっかけに、アスナたちは再びティターンズ勢力と戦うことになります。そして、そこに現れたのは、ギャプランエリシアスペシャルオカルエリシアとヤハギでした。ヤハギを前に心を乱し、危機に陥るアスナは、謎の輸送船をティターンズに奪われそうになりますが、謎の輸送船が突如攻撃をしたことで、なんとか撃退に成功しました。その後、謎の積み荷の正体が、新型モビルアーマーのパーツで、そのモビルアーマーが組み立てられるのが領域コロニーだと判明します。このモビルアーマーは、ラウカンパニーが手配したもので、ラウは、ダカール宣言で落ち目になったティターンズを見限り、それを手土産にエウーゴに着こうとしていたのでした。激戦の中、ラウは、モビルアーマー、ダーグベでティターンズを殲滅しようとしましたが、ダーグベは、エリシアをパイロットに選びました。圧倒的な戦闘力で全てを破壊するダーグベですが、アスナは、仲間たちの力もあって、なんとかこれを戦闘不能にすることに成功。戦いは幕を閉じるのでした。ここまでが、全12巻にわたって描かれる物語の概要となります。本作は、当初は、ドジっ子なアスナと、密かに、彼女の才能に気づいていた天才エリシアを軸に展開する学園ドラマとして始まります。しかし、物語が進むにつれ、二人は、それぞれ別の道を歩むことになり、やがては、エウーゴのニュータイプとティターンズの強化人間として、戦場で対立する運命をたどっていきます。構成は非常にわかりやすく、それぞれのキャラクターが抱える葛藤や成長も丁寧に描かれており、読み応えのある作品に仕上がっています。なお、2011年以降、休載になっていますが、作者である三木本春彦氏の公式サイトの日記では、コミック関連の仕事量がキャパシティを超えていることが語られており、続編の展開は厳しいかもしれません。とはいえ、全12巻で綺麗にまとまっているため、完結作品としても非常に完成度が高く仕上がっています。未読の方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。